はいどうもピパです。今回はこちらの20センチキューブ水槽の紹介、経過報告動画です。こちらの20センチキューブ水槽は今年の4月の中旬ぐらいに動画で公開しているんですが、立ち上げから管理まで全くゼロの状態から水槽をセッティングして魚を買うまで紹介した動画で作った水槽になります。4月に水槽を立ち上げしたので約8ヶ月経過したことになります。水槽を立ち上げた当初からは中にいる生態もセッティングも多少変わっているので、そのあたりも含めて経過報告をしていきます。それでは見ていきましょう。まず簡単にこの水槽のおさらいなんですけど、寿さんのレグラスという水槽を使っています。幅20センチの高さ20センチ、奥行きも20センチの20センチキューブ水槽というやつですね。水量は8リットル、小型水槽とか超小型水槽というカテゴリーに含まれる水槽です。見ての通り、今回は水草水槽として管理をしています。水槽立ち上げ当初から変わった点としては、まずろ過装置を変えました。立ち上げ当初は低床の中に埋める底面ろ過というものを使っていました。ジェックスさんのピコロカという USB 接続の底面フィルターですね。現在はそれを取り除いて、同じくジェックスさんの簡単楽々パワーフィルター S という外掛けフィルターに変更しています。底面フィルターは低床に埋めるという性質上、どうしても水草の根とかが伸びてくるとろ過能力が落ちてきます。なので現在は外掛けフィルター、小型水槽用に使えて、しかもろ過層の容量が大きめのこの外掛けフィルターを使っています。中に入れているろ材はちょっとカスタムして、こちらのキャビティを使っています。ミューロ A だったかな、わかんない、どっちかです。 LED 照明についてはいろいろと変更していたんですが、同じような20センチの水槽を並べておいているので、一つの LED ライトで済ませるようにハルデザインさんのライトスタッフ VA を使っています。設置の高さは水槽から30センチぐらいあるんですけど、十分明るい照明ですね。見ての通りヒーターは入れていなくて、暖房器具による部屋全体の温度管理をしています。一応現在の水温は25度ですね。熱帯魚にとっては快適の範囲かと思います。では経過報告ということで、8ヶ月経って水槽の中はどうなっているのか、現在の生態は何を飼っているのかを紹介していきます。まずこの水槽のメイン生態、熱帯魚については、こちらに見えてるかな、指を出すと上の方に登ってくるアベニパファ、この子を1匹飼育しています。この水槽の生態飼育の歴史としては、最初はゴールデンハニードワフグラミを3匹入れてて、その子たちは残念ながら全部死んでしまいました。その後にポララスマキュラータを5匹飼育していました。これは現在別の水槽に移動しています。その後は何買ったんでしたっけね、チェリーシュリンプ系を入れていたんですけど、それも今別の水槽に移動して、最終的にアベニーパファーを飼育しています。この水槽であれば 2,3 匹程度は適正に飼育できるかなと思います。現在飼育している熱帯魚はアベニーパファー1匹だけです。アベニーパファーの他にはヤマトヌマエビを1匹入れています。苔取り生態として入れてるんですけど、この子は大活躍していますね。アベニーパファーってエビとか貝を食べてしまうんですけど、ヤマトヌマエビほどの大きさがあればちょっかい出されることはありません。アベニーパファーの飼育で厄介なのは、餌を食べるの下手なので食べ残しが多く出ちゃって結構水質を悪化させます。水質悪くなると苔とかも出やすくなるので、苔取り生態は合わせて入れたいんですけど、アベニパファはエビとか貝とか食べちゃうので、苔取り生態と混営するのが結構難しいです。ヤマトヌマエビほどの大きさであれば大抵問題なく混営できるかなと思います。尻尾かゆいのか。そして今どっかに隠れちゃってるんですけど、実はラムズホーンも入っています。ラムズホーンは結構襲われがちなんですけど、なんとか生き延びてるっていう感じですね。それと過去にエビを入れてたんですけど、それの生き残りが1匹だけ入ってます。ヤマトヌマエビではなくてミナミヌマエビが1匹この水槽に入ってるはずです。なぜか熱帯魚って先に入ってた生態はあまり襲わないんですよね。このアベニパファーも1匹だけいるミナミヌマエビはあまり襲う気配がありません。アベニパファー入れてその後にエビを入れると結構襲っちゃいます。もちろん熱帯魚も生き物で個体差があるので、全部が全部そうなるとは限らないですね。続いて水草について。水草についてはほとんどが健康な状態を保っています。液肥とか加えてるわけではないんですけど、状態はいいですね。
今映っているのはこの水槽のメインの水草ミクロソリウム。かなりもさもさに増えてきて、そろそろ調整しないといけないですね。そしてアヌビアスナナプチ、こちらも状態は良くって新しい葉っぱをどんどん出しています。古い葉っぱが若干こけてきているので、これはカットした方が良さそうですね。ちょっと後ろの方で見づらいんですけど、クリプトコリネも何株か植えています。何株か植えてるというか増えたんですね。実はこれが底面フィルターに絡みついて底面フィルターを撤去する原因になりました。クリプトコリネは結構根っこを伸ばすので、底面フィルターとはちょっと相性が悪いですね。水槽の後ろには有形層を植えています。左端に見えているのがパールグラス。こちらは調子いいですね。もう1種類ルドビジアスーパーレッドを植えていたんですけど、これはあまり調子が良くなくって全部抜いてしまいました。現在何が植えてあるかというと、パールグラスの隣にハイグロフィラポリスペルマ5株ぐらい植えてるんですけど、現状維持という感じですね。そしてその隣にルドビジアブレピペス、葉っぱが細長くて環境が良いと赤く染まるんですけど、こちらも現状維持という感じ。パールグラスもハイグロフィラポリスペルマもルドビジアブレピペスも初心者向けの有形層なので、これから水草やるよっていう方は結構おすすめです。 CO2 添加しなくてもある程度育ってくれると思います。日々の水槽管理についてなんですけど、水替えはほとんど行っていなくて、減った分だけ足し水する感じで、1ヶ月に1回くらい低床掃除も兼ねて水替えをするかなという感じ。照明の点灯時間は昼12時から夜の9時まで1日9時間点灯しています。ライトスタッフ VA は結構明るいライトなんですけど、設置位置が30センチくらいあるのと、ヤマトヌマエビがしっかりと苔を食べてくれているので、流木とか水草に苔はほとんど生えていません。ガラス面はたまにこけてるのが目立ってくるので、2週間に1回ぐらいガラス面のこけ落としはしています。低床掃除はさっき言った通り水替えと合わせて1ヶ月に1回ぐらいですね。小型の水槽なのでメンテナンスも結構楽ちんです。ただ水槽安定するまでは水量が少ない関係もあって、水替えとかはこまめに行うかバクテリア剤を併用していくのが良いかと思います。アベニちゃんに餌をあげよう。我が家であげてるのは恐林産のクレストフリークバイオバイツ、こちらを1日何回かあげてるのと、この餌ちょっと硬いのか満腹まで食べてくれないんですよね。なのである程度バイオバイツをあげた後はクリルをあげています。これはすぐ柔らかくなるのか、バイオバイツを食べ終わった後でもちょっと食べてくれる。これでアベニーを満腹にさせているという状態です。ただこのクリルについてはもう販売していないので入手できないのが悔しいところ。アベニパファの餌については過去に動画にまとめてますので、もしよかったら下の動画説明欄からご覧ください。ただこれも毎回言ってるんですけど、アベニーの個体差によって食べる食べないはあります。もう満腹かな？お腹は結構ポンポコしてますね。というわけで今回は立ち上げから8ヶ月後の20センチキューブ水槽の経過報告でした。生態の入れ替わりとか機材変更はいろいろあったんですけど、現状苔もほとんどなくなって状態よく管理はできています。やっぱり水量が少ないので生態の数を少なめにするのが長期維持のポイントかと思います。ちなみに普段は蓋をして水の蒸発を防いでいます。蓋汚な、蓋真っ白じゃない？これ後で洗っときます。もし小型の水槽の立ち上げ興味のある方は下の動画説明欄から20センチキューブ水槽の立ち上げ動画シリーズでまとまってますので、再生リストをご覧ください。今後も経過報告していきますので、気になる方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。